こんにちは。野菜の日チャンネルです。今日は涼しそうな見た目の水まんじゅうの作り方をご紹介します。甘さ控えめの生地に口どけのいいあんこを入れて、暑い日に美味しい和菓子になります。鍋で作る方法と電子レンジの作り方を両方比べてみました。最後までぜひご覧ください。鍋に水まんじゅうの素と砂糖を入れてよく混ぜます。水まんじゅうの素はわらび粉や寒天などが配合されたつゆくさという名前で売られています。水を加えて泡立て器でよく混ぜ合わせます。粉のダマができないように最初によく混ぜておくことが大事です。鍋を回してよく確認してください。粉が残らないようによく混ぜ合わせます。鍋を中火にかけ、ゴムベラで時々混ぜながら10分ほど加熱します。全体が半透明になったら焦がさないように鍋底から混ぜてください。だんだんと半透明から透明になってきます。ゴムベラで練るようにしっかり混ぜ合わせてください。10分ほど経つと弾力が出てきます。このようにヘラで鍋底に1本の線を描くようにすると少し線が残るようになります。すくってぽったり落ちる柔らかさになったら火を止めます。次は電子レンジで加熱する方法です。耐熱ボウルに同じように水まんじゅうの素と砂糖を入れ、よく混ぜ合わせます。水を加えてボウルの底からしっかり混ぜ合わせます。ラップをして600ワットの電子レンジで2分加熱します。取り出してよく混ぜ合わせます。この時点ではまだ白っぽく見えています。さらに電子レンジで4分加熱します。取り出してよく混ぜ合わせます。半透明になって粘りも出ています。ボウルが熱くなっているので気をつけてください。もう一度電子レンジで4分加熱します。この時点ではかなり透明感が出ていると思います。取り出してよく混ぜます。
最後はラップをせずに1分加熱します。取り出してよく混ぜ合わせたら生地の出来上がりです。加熱が足りないと口当たりが悪くなります。すくった時に少しポタッとするくらいまで加熱してください。小さな容器にラップを乗せ、生地を大さじ1杯すくって入れます。こしあんと栗の甘露煮を中心に入れ、大さじ1/2の生地をかぶせます。ラップを均等に寄せて、何度かねじって茶巾絞りのようにします。すぐに水を張ったボウルに入れて冷やします。白あんには梅シロップで残った青梅を合わせてみます。桃などの季節の果物もおすすめです。丸くなるように整えると取り出した時に形がきれいになります。水まんじゅうの生地は室温でも固まりやすいので手早く作業してください。もし生地が固まってしまった時は少し加熱をして柔らかくしてください。何度かねじって水で冷やします。完全に冷えて固まったら冷蔵庫で1週間保存可能です。余分なラップを切り落として器に盛り付けると見た目も華やかになりますね。柔らかい生地は冷やすとすぐに固まります。生地の中に入れるあんこや果物を変えると見た目の色合いや味に変化がつきます。口に入れるともっちりと弾力があってとっても美味しいですよ。あっさりとした甘さで口どけもよく、暑い夏にぴったりの和菓子です。ぜひ作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。